私は文化人類学者で、文化人類学とは、いろんな人たちの世界に入っていって、共に、する哲学と思っています。理解を含めるためにはですね、私たちが産業観察というプロセスで、その現地に住み込んで、言語を身につけて、で、その人たちの、例えば文化の習慣、伝統、また宗教、政治とか、念頭に置きながら調査を行って、お互いに応じ合うっていうようなことは、人類学かなと思っています。日本社会が2008年から超高齢化社会に突破しますですよね。で、私がそれを一体何を意味するかっていうことをもう少しちょっと細かく調査するためには、やっぱり介護施設とか、またその病院で働いている看護師、介護福祉士などに着目して研究を実施しています。こんにちは。お久しぶりです。寒いところ。はい。お元気ですか。はい、元気です。はい。人手不足、特に介護現場のですね、人が足りないっていうのが大きな問題であって、どのようなビジョンで、この問題に解決できるかっていうのが少しちょっとお話ししていただけないか。これまでに18回、講座を開いて、およそ300名ぐらいでしょうか。はい。その方々に、日本語、日本の文化、そういうものを教え、介護を教え、そして介護職につないであげる。就労支援という形でやってきた。技能実習生といえば、国籍はミャンマー、ベトナムが多いですか？ベトナムが圧倒的に多い。圧倒的に多いんですよね。ベトナムの次が中国ですかね。フィリピンとかは少ないですよ。ベトナム、カンボジア、ネパール、ミャンマー。あと、中村さんも、独自で教材も作ってますですよね。はい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 。その教材はですね、もう本当に当初、多分、インターアジアしかやってない。いきなりね、日本の介護のテキストでこんな厚いで難しい言葉をいっぱい書いてあるわけですよ。で、これを外国人にいきなりそれで教えるわけですから、とてもじゃない、ついていけない。だからそれだったらもう今度は日本の文化も教えてあげよう。で、日本の社会的ルールも教えてあげようとか、食べ物とかいろんなものをトータル的に教えてあげたらいいんじゃないかな、体系的にね。そしてそれを介護の勉強とドッキングさせる。はい。ほぼ1年かかって頭の構想をまとめたのがこの本なんですよね。なるほど。はい。介護のための日本語というのこのテキストで、本講座が始まる前に1ヶ月間これを教える。はい。そして言葉慣れしてもらう。介護の専門用語の言葉慣れをしてもらって、次は本当のテキストで先生たちが教える。2010年第1回を出したんですから、この頃は初めてと言われてましたね。外国人向けの体系的にまとめているテキストは日本ではあなたが初めてだということをおっしゃっていて。次の20年間とか30年間で、日本社会がどう変わってくるかっていうのが、もう今までの経験に基づいてお考えがあるかっていうことを教えていただけませんでしょうか。今の日本の制度とか、日本人の持っている外国人にアジアの人たちに対する考え方とか、このままいったらですね、もう日本に選ばれない国になるとよく言われてますけども、そういうことから立ち行かなくなると思うんですよ。利益を出すために、コストを抑えるために外国人を使うとか雇用するとか、そういう目線ですよね。これがある限りダメだと思います。本当に寄り添ってありがとう、日本を選んでうちの施設に来てもらってありがとう、いわゆるもう金の卵として育てていくというものがね、ないと、もうただでさえそんなに
例えばフィリピンでもそうですけども、ネパールでも英語を話せたらね、他の国に行けるんですよ。だからわざわざ漢字を書いて、難しい漢字を書かせてできないっていうふうに言われる。書けないじゃないか読めないじゃないかということでこうして差別しながらされるんですけども、このまんまいったら私はもうすでに日本離れが起きていると思ってますので、根本的に日本人の心を入れ替えない限り私はちょっと先が見えない。心苦しい話です。はい。もともと福岡ではですね、いろんな介護施設が初めてその EPA 制度で介護福祉士をですね受け入れて、まだ多少その人たちがまだその施設でも働いていますが、最近いろんな動きがあって、介護福祉士、またその独自で作ったベトナムとのインターン制度、また EPA、その技能実習生、特定技能、また時々留学生などを含めていろんな方々をですね、いろんなパターンで受け入れてですね、利用者のニーズに応じて対応しています。外国人を最初にもう当初受け入れた時にはスタッフからの懸念したところは言葉だと思います。言葉とあと生活習慣とか、その初めて外国人と接するスタッフがほとんどなので、どう接していいかわからないとか、本当に不安の方が強かったですね。で、お客様がちゃんと受け入れてくれるのかとか、お客様自体も皆さん外国人と触れ合ったことがない方たちばかりですので、新型コロナ感染があった時だったんですよね。もうかなり全国で拡大して、でこっちで夜勤勤務とか、日本人スタッフが休んだ時には外国人がフル稼働で、ああいうね異常時にもうひるまないでって言ったらおかしいんですけど、果敢にやっぱり挑戦してくれますし、非常にやっぱり皆さんの評価は高いです。その時だからぐんと上がったっていうよりも、もう前々から上がってやっぱりいいよねっていう感じでみんなが確信を持ったことじゃないですかね。ある程度の資格と日本語能力を身につけましたら、ちょっと違う都市に移動してしまう傾向があるんですので、それはどう思いますか？循環型なのか、あるいはもうちょっと長く滞在してもらうのか。その2パターンだと思います。本当に循環していく人たちと長く滞在してもらう人たちと、それはやっぱりこの介護っていう仕事がやっぱりマッチングしない人も多分中にはいらっしゃるんですよね。長くいてもらう方たちとどんどん入っていっては戻る、入っていっては戻る人たちがいて、その人たちのやっぱり一人一人のビジョンは全然違いますので、そのビジョンは応援してあげるのが、受け入れた側の責任でもあるのかなと思いますね。やっぱり人間関係を作るとか、やっぱ働きやすい職場を作るとかで、今うちで考えてるのはやっぱりキャリアアップのシステムを今作ってるんですね。なぜ介護の仕事をやりたいと思いましたか？私はおばさんおじさんがねとても大好きですから、おばあさんおじさんからとても愛てくれてましたので、私も介護の仕事をしたいですと思って日本に来ました。じゃあお仕事はどうですか？とても楽しいです。お客様も皆さん優しいので私は大丈夫です。毎日どのような仕事をしてますか？私は毎日お客様のできないことお手伝ってとお風呂と食事、と排泄のお仕事もやってますですよね。これが難しいな、あるいはちょっと、これは困ったなっていうのがありますか？仕事が難しくないです。でも
私はコミュニケーション取れます。あまり取れません。まだ日コ本ミュ語がニケーションが少し。日本語がまだちょっと難しい。はい。ナビナさんの夢は何ですか？ここで働いて介護福祉士の試験受けたいです。あと受けてね、介護福祉士の試験を受けて、長い時間までお客様の世話をしたいです。それは日本でやりたい、あるいはネパールに帰って施設を。私は今は日本でしたいです。結婚されてますか？はい、子供もいます。今2歳4ヶ月の旦那はネパール人ネパール人、同じ国です。で、今具体的に日常的にはどのような仕事をしているかって教えていただけますか？全部やってます。食会、おむつ、移動、お風呂とかね、全部してます。日本は今少子化、高齢化、要するに人口が少なくなって年寄りが増えてきた国になってきたんですけれども、はい、今後例えばこのような介護施設ではもうちょっと外国人増やした方が良いと思ってますか？勉強した時もね、学校で一緒に勉強した時も日本人が多かったけど勉強するだけって言われた。なんか仕事をするためじゃなくてライセンもらうためだけ勉強したと言われたから、絶対もし外国人がいないとなんか介護する人が日本人あまりいないと困りますよね。だからネパールもあまり仕事がないですよ。だからもうここが人が足りない。私の国は仕事がない。だから来た方が私は日本のためもいいし私たち国のためもいいと思う。そんな考え方があります私は。これから少子高齢化する日本社会がいかに縮小してどのような形で外国人を受け入れて新しいビジョンを持って新しい社会を作り出すかっていうのがもう今後公にお互いに話し合わないといけない課題だと思っております。で、私自身の研究ではですね介護現場は本当に一つの大きなその実験場となっていると思うんですよ。で、特に福岡の方ではあたかも東南アジアの一部が突然に現れてきたような場所となってきました。しかし東南アジアだけではなくもう南アジアまたその東アジアを含めて中国人ネパール人いろんな方々が日本に入ってきて介護現場で今もう支えていますですよね。できるだけ自分の研究を立案者また政治家に向けてその草のねレベルのそういった今現状でもうちょっと意識してほしいんです。おそらくもうすでに分かってると思うんですけれども、もう本当にボトムアップで今いろんな動きがあっていろんな入り口が複数となっていろんな外国人が入ってきてるっていうのが確かな現状です。で、先ほど言いましたように日本社会がこれから下り坂に入ってしまいますのでもう経済成長の時代ももうこれ以上続けるかっていうのが言いにくいところでもあるんです。ですから縮小してより何て言うんですかね定常社会的なアプローチでいかに外国の方を受け入れて新しいビジョンを持って日本のありようを考え直すかっていうのが今はチャンスがあるんだと思います。で、自分自身が研究者としてはそのあたりで役に立てば何よりと考えております。はい、ありがとうございます。